こんにちは、旅Qです。今回は激坂チャレンジ撮影時に発生した GoPro マウントのトラブルとその対策について紹介します。私は GoPro をヘルメットの頬部分からジョイントでつないで顎にマウントしています。ジョイントは Amazon で購入した格安の顎マウント用にセットになっているものです。元ブロガーで一般的に使われているものですね。けれども、この方法だと激坂チャレンジに行く途中で GoPro が斜めに傾いてしまいました。慌ててホームセンターでドライバーを買って締め直したのですが、帰りの撮影ではもう緩んでいました。同じ問題で悩んでいる投稿者さんを見かけたので、今回私の行った対策を紹介したいと思います。忙しい人のために10秒で説明します。まずワッシャーを使います。次に六角穴突きボルトを使います。以上。忙しい人はここまでで大丈夫です。ここからはこの方法のメリットについて説明していきます。ワッシャーを使う理由はマウントへの圧力を分散させるためです。マウントはプラスチック製なのでワッシャーを使わないとへこんでしまいます。ネジの座面とマウントの間に隙間が発生すると、ネジの回転を止めるものがなくなってしまい緩んでしまいます。ワッシャーを使うことで圧力を分散してネジが緩むのを防ぐことができます。次に六角穴突きボルトを使う理由です。六角穴突きボルトはいくつかのメリットがあります。まずはネジの溝を舐めにくくトルクをかけやすいということです。購入したマウントは一般的なプラスネジがついていましたが、プラスネジはネジの尖っている部分にドライバーを引っ掛ける仕組みのため舐めやすいです。その点六角は面で押すためしっかりと噛み合いやすく舐めにくいのです。簡単に実験してみましょう。プラスドライバーにネジを刺した状態では軽く振るだけでネジが落ちてしまいました。一方、六角では激しく振ってもネジが取れません。この構造のおかげでプラスネジを使うときはドライバーをネジに押し付けるようにして回す必要がありますが、六角レンチではその力を回す方向に使うことができるので、よりトルクをかけやすくなります。また、六角レンチも構造的にトルクをかけやすくなっています。柄の短い方をボルトに刺せば、柄の長い方を回してテコの原理でより強いトルクをかけることができます。そしてバイク乗りにとって嬉しいのは、プラスドライバーよりも六角レンチの方がずっとコンパクトになるということです。バイクでは積載性能が限られているので、あまり無駄に荷物を持っていきたくないですが、六角レンチならほとんどその存在を忘れるぐらい小さく持ち運ぶことができます。プラスドライバーにも精密ドライバーのような小さなドライバーはありますが、必要なトルクをかけられないので意味がないです。ボルトは M5 の長さ 20mm、ワッシャーは M5 用外径 12mm のものがちょうどいいようです。それでは最後に標準のプラスネジを使った場合とワッシャーと六角を使った場合でどれくらいの差が出るか実験してみましょう。まずはプラスネジで締めます。太めのドライバーを使ってかなり強く締め付けました。次に手でジョイント部分を曲げてみます。強めに力をかけるとジョイントが曲がってしまいました。実際にはジョイント部分をいくつもつなげて、その先に大きな GoPro をつなげることでテコの原理でさらに少ない力で回ってしまいます。次にワッシャーと六角で締め付けます。六角レンチはかなりトルクがかかるので力を入れすぎず、最後に長辺側で一度軽く締め付けるだけにします。こちらは全くびくともしません。プラスネジの時よりもかなり強めに力をかけてみたのですが全く動きません。これ以上やるとむしろジョイントが折れてしまいそうなほどです。瀬振山登山ではこの組み合わせで撮影を行ったおかげで、途中バッテリー交換などを行っても GoPro がずれることなく1日撮影を行うことができました。それでは次の動画でお会いしましょう。旅Qでした。